お金というものは何でしょうか。十数年前のことです。毎日お金を稼ぐことに苦労しているとき、ふとお金って何だろうと思ったんです。連日テレビでは株価と外国為替の変動を報道しています。そんな変動の数字って必要なことなのだろうか。私たちはお金に操られ、お金依存症に陥っているのではないか。それから私はお金について探求するようになりました。お金とは国から与えられたあらゆるものと交換できる権利権です。それが今は大きく別な目的のために変貌し、複雑化して様々な問題を引き起こしています。そこでまず、お金というものをシンプルに捉えることから考えてみました。旧約聖書の創世記に、神はアダムとイブの二人だけを食べ物に決して困らないエデンの園に生活させました。お金が必要でなかった時代に遡り、人類も男女二人だけ生きていたと想定して、お金の成り立ちを考えてみます。神は善悪の判断を与えるリンゴだけは決して食べてはならないと二人に命じます。でも二人はその善悪を象徴するリンゴを食べてしまい、恥ずかしさ、生死の恐怖、労役の苦しさを味わうようになりました。そのため神は二人を天国のエデンの園から地獄の労役の園へと追放しました。そして二人は別々のものの所有権を持つ他人同士になり、お互いに余分なもの同士を物々交換するようになりました。でも、お互いに欲しいものが一致しない時の方が多くなり、物々交換が成立しにくくなりました。そこで二人はいつでもお互いに欲しいものと交換できる権利権のお金を作り、物々交換の問題を解決させました。交換権利がなくならないようにお金は腐らない石や金属になりました。そして希少価値の高い金本位制になりました。しかし、腐り消えてしまう自然な食べ物と腐らないで永遠に残る不自然なお金と交換することで、もっと多くの問題が起きています。本当に必要な自然な食べ物よりも、不自然な永遠不滅の神仏のようなお金をより求め、信奉するようになってきたのです。人間と物とお金。このら3つのバランスは、この地球上に生きていく上で必要になります。我々は食べ過ぎれば病気になり、食べられないと飢餓に陥ります。そのため、我々が生きていく上で必要な食欲と、それを満たせる食べ物と、それを調達するお金、それらのバランスが大事になります。
必要な食欲が需要であり、その需要を満たせる食べ物が供給であり、その供給を円滑にするのがお金です。この3つのバランスを我々が調整できるのは、健康で文化的な生活への欲求である人の需要です。もしアダムが病気で死に需要が減ったら、イブはリンゴの供給を減らし、お金も半分燃やします。もし二人に、子供のカインが生まれ、需要が増えたら、二人はリンゴの供給とお金を増やします。地球をコマにして私たちが回してみると、需要に合わせた供給と供給に合わせたお金を作ることが自然な経済バランスであることがわかります。資本主義の今はお金儲けが中心になり、お金のために働き、お金がないと生きられない依存症にかかっています。マネーゲームが生活の中心になり、健康で文化的生活は脇に追いやられています。アダムとイブがギャンブルに夢中になってリンゴを作りをせず、子供カインを育てをしない過程です。どうしてお金が人間と物を支配してしまうのでしょうか。それはお金が腐らず永遠に存在し続けるからです。100年前の1円と現在の1円は、その時代とともに使用価値は変わっても、1円は1円のお金であることに変わりません。腐らないお金を腐るもののように自然なバランスサイクルにするには、2つの方法があります。一つは、原価するお金。これは使用期限付きお金でもあります。それを発行することです。食べ物には賞味期限があり、それを過ぎると廃棄されます。同じように、お金も使用期限を過ぎれば使えなくすることです。二つ目は、お金の流れそのものにベーシックインカム税をかける。徴収したプラスベーシックインカム税を国民全員にマイナスベーシックインカム税として均等に分配する。そのベーシックインカム税は最低生活保障を基準にし、そしてその他公共事業やサービスに使えば、その他多くの税金徴収も不必要になります。そのベーシックインカム税は国民の需要に合わせて使うと所得の格差も少なくなってきます。ベーシックインカムは一国では行いません。お金の流れそのものに課税するため、最も大きな海外のお金との両替にも必要になります。ユニバーサル・ベーシック・インカムとしてしか行いません。いかに自然なお金を
にするか。それはお金の変遷にもつながり、お金は金属から発行管理しやすい紙に変わっていきます。自然な流れは需要、供給、お金のバランスサイクルですが、紙のお金により国はお金の発行と配布、国民はお金の貯蓄と節税に偏り、お金だけが増えてアンバランスになりやすくなりました。そこで登場したのがシルビオ・ゲゼルの減価するお金の提案です。ゲゼルの減価するお金を実際にオーストリアのベルグル市役所が1932年7月31日から1933年9月1日にかけて発行しました。それは新しい月になるたびに額面の 1% のスタンプを貼って使えるようにしたのです。減価するお金はお金を減らしサイクルを早めることができても、お金を増やしサイクルを遅くすることはできません。自然なお金は需要と供給に合わせて増減できることが必要です。減価するお金はその後いろいろな地域通貨として実験されていますが、中央銀行発行との交換も現実的には難しく流通されておりません。お金を減らすとは何でしょうか。もしお金を燃やしたら、そのお金はどこに行くのでしょうか。燃えたお金は政府の未回収になり、再発行できます。失ったお金は中央銀行への返済不能になり、再貸付をできます。つまり、燃えたお金とは税金であり、そして借金のことです。減価するお金とは、税金徴収と借金返済を自動的に行えるということです。政府は紙幣の発行と回収を中央銀行に任せ、中央銀行は市中銀行による貸付と返済に任せます。そして政府は市中銀行から借金し、国民からの税金で返済するシステムになっていきます。紙幣は債券に、債券は株式に、株式は外国通貨と同じく金融商品になります。しかし、本来の目的である健康で文化的生活、その需要と供給よりも手段としての道具であるお金を得ることを私たちは目的化してしまいました。実質経済よりも金融経済が何倍も大きくなり、お金でさらにお金を儲けるマネーゲームが主流になってきています。これは麻薬がないとも生きていけない麻薬中毒のように、
お金がないと生きていけないと思い込むお金依存症の社会になっているのです。破産による自殺、所得格差拡大、お金の獲得戦争、貧困と金持ちの差拡大、そして命よりお金を大事にする本末転倒したこうした世界が現れます。お金の目的は本来人間の需要とその供給のための交換手段としての道具、権利です。私たちはこうした本来の目的にお金を戻すにはどうしたらよいでしょうか。ベーシックインカムは国民すべてに徴収した税金を均等に分配することです。お金中心の資本主義においては、働かざれば食うべからずですが、命中心の人間主義においては、食わざれば働けずです。ベーシックインカムは、国民は等しく生きる権利を持つという基本的人権をお金で保障することです。それを実施するには、まず、貧富の差に関係なく、生きていける最低限の衣食住と交換できるお金を給付することが必要になります。この世がアダムとイブの二人で、アダムが病気で働けなくても、イブはアダムに自分で働いて得た食べ物の半分を与えるということです。つまり、人間の需要と供給とお金のバランスサイクルには、ベーシックインカムは欠かせないということです。貧困者のみの最低生活保障は、貧富の差をつけ、その実施ラインの選定が難しい。ベーシックインカムは貧富の差関係なくその実施が簡単にできます。ベーシックインカムの財源もまた所得の差に関係なく均等に税徴収する必要があります。そのためにはお金の流れそのものに一律にベーシックインカム税を課することです。商品とお金を交換する売買においては、売上金のみにベーシックインカム税を課します。例えば、アダムがイブから100円でリンゴ1個買ったとします。100円を受け取ったイブは半分の50円をベーシックインカム税として政府に納めるということです。ローンや債券や株式売買、外国為替の場合、売り主、買い主、両者にベーシックインカム税を課すのです。例えば、アダムの1000円とイブの10ドルを交換する場合、アダムは半分の500円を日本政府に、イブは半分の5ドルをアメリカ政府に納めるということです。ローン、債券、株式、これらもお金とみなされるので、同様に取引両者にベーシックインカム税を課して政府に納めることになります。このベーシックインカム税サイクルは
お金をすべて電子マネー化できる現代でしか実現しません。しかも、ベーシックインカム税徴収とその配給も AI で行う方が不正が少なく、手間も経費もかかりません。AI に国民の取引銀行、社会の需要と供給の変動などの必要項目を学ばせ実行させます。また、たくさんの税をこのベーシックインカム税に一本化することで、税務の手間と経費を大きく削減できます。株式売買と外国為替の金融商品市場は実質市場よりも大きくなっており、お金の動きそのものに課すベーシックインカム税は一国だけでは実行が難しく、全国家で同時にユニバーサルベーシックインカムをした方が実現しやすくなります。世界のお金はつながっており、一国のベーシックインカムもユニバーサルベーシックインカムに必然的に変わらざるを得ません。お金を自然なものにするには、火の光や水や身体の血液の流れとサイクルのように我々はすればよいのです。火の光は人々に平等に照らし、水は高いところから低いところに流れ、そして天に蒸発し、雨となってまた大地に降ります。血液は心臓を中心に体全体に栄養を与え、老廃物を排出してまた心臓に戻ってきます。お金もこのようでありたいものです。